アメリカ・イスラエルによる攻撃は激しさを増しています。一方においてイランはこれに対する反撃の一手として、ホルムズ海峡の封鎖宣言を行い、世界経済に対する打撃を与えようとしています。しかし、アメリカ・イスラエルに対する反撃としては、ちょっと回り道で、そして味方からの注文がついています。反米国家の連帯として仲間であるはずの中国から、そんなことはやめろと圧力が加わり始めました。非常に複雑な国際情勢について、ぜひともこのチャンネルの動画で理解を進めていってください。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、戦争真っ只中の中東情勢についての解説を行っていきます。今回取り上げる話題の順番としては、まずは全体の状況、それから冒頭で述べた中国とイランの関係について取り上げていきます。まず最初に全体の状況なのですが、アメリカによる攻撃は現在もなお継続的に行われ、イランの地上部隊は毎日のように戦力を失っています。この段階については前回の動画において分かりやすい例として取り上げたのが B1 爆撃のような非ステルス製の爆撃が投入されたことにより、イランの防空体制がいかに弱体化しているかについての解説を行いました。今回さらにその状況といったものが進展していることをアメリカは示しました。それが大型の戦略爆撃 B52 爆撃を投入したというのです。これはあからさまに従来の戦闘機よりもはるかに大型の機体です。イメージとしては多くのお客さんを乗せる旅客機とそれよりも大きいぐらいなものをイメージしてください。そんなものが空を飛んでいればレーダーにはデカデカと映って対空ミサイルで撃ち落とすことが本来であれば可能です。ところがそうしたことができないというのはまさに現在のイランにおいてはレーダー施設も大型の対空ミサイルもなくなったことを意味しています。なお、歩兵が持ち歩けるタイプの携帯型対空ミサイルもあるのですが、B52 爆撃の場合だと非常に高い高度で飛んでいますから、基本的には歩兵の持ち歩けるようなものでは届きません。大型の戦略爆撃の良さは何かといえば、それは高額なミサイルよりも安価でそれでいて大量の爆薬を詰めた航空用爆弾を大量にばらまくことができることです。郊外の軍事基地や軍の倉庫や工場などであれば、丸ごと破壊するような大量の爆弾を投下することができます。通常こうした大型の爆撃というのは、現代戦においてはほとんど使われないようになりました。第二次世界大戦ではこうした爆撃が大量にやってきて、航空用爆弾を落とすというような攻撃も行われたのですが、ミサイル類の発達に伴って、こうした大型の機体はレーダーに映ってしまうし、巨大さゆえに速度も上がらないことから、あっという間にミサイルの餌食になってしまいます。そうしたものを投入できるぐらいに今のイランの防空能力が下がっていることは明らかでしょう。ただし、レーダー施設や対空ミサイル、そして対空ミサイルを運んでいる車両などについて、これらを徹底的に叩いたとしても、イランの軍事力そのものが壊滅できるわけではありません。なぜならば、人間というのは非常に散らばっていますし、また地下施設に核心持っている兵器類などもまだまだ残っています。そうした兵器類については、周辺国に対する攻撃で様々な影響を与えています。特にアメリカと中東諸国の間における戦争に対する備えといったものにはレベル差があります。例えば、中東の大国サウジアラビアは非常に多くのお金をかけて最新鋭の兵器類なども購入しています。しかし、サウジアラビアは非常に広大な国家であり、守るべき石油関連施設なども非常に多くあります。イランはこうしたサウジアラビアに対してミサイルや大型突撃ドローンを用いての攻撃も行いました。なお、他にも中東の湾岸諸国に対する攻撃をイランはあちこち行っていて、ホテルや空港、住宅地、そして石油関連施設やそれらの積み出し港などに対する攻撃なども行っています。国によっては非常にその負担に耐えかねているところも出ています。それというのも、大型の突撃ドローン1機はだいたい800万円から1000万円程度だと言われています。こうした金額面についていくらかというのをわざわざ公表している国はないので推定値です。一方において待ち構える方の迎撃側では1機1000万円程度の大型突撃ドローンに対して数億円のミサイルで迎撃するなんていうことも今では様々な場面で発生しているようです。なぜそのようなことになっているかといえば、まだ中東諸国のドローンに対する対応策というものが少し前の状態で留まっているのです。ロシアによるウクライナ侵略に伴ってこうした大型突撃ドローンが多用されるようになりました。
。しかし、それ以前であれば、こうしたある程度安価で、それでいて突っ込んでくるような兵器の大量生産、大量投入といったものはあまり見られなかったことから、対空兵器というのはそれこそ戦闘機が入ってこないようにするため、もしくは弾道ミサイル対策といったものに限定されていました。弾道ミサイル対策であれば作る方も非常に生産数に限りがあることから、待ち構える方もそれほど大量にミサイルを用意する必要はありませんでした。だからこそ性能を重視して高い値段でも問題なかったわけです。しかし攻撃する側が費用面で大幅に削減される、そして数も増えてくるとなると、高額なミサイルでこれを迎撃するというのは現実的ではありません。では、現代戦における最前線では何が起こっているかといえば、大型の突撃ドローンに対しては、迎撃用の小型のドローンで待ち構えようというのが、ウクライナの戦場で示されています。攻撃側のシャヘドが1000万円、迎撃側の小型ドローンが100万円以下、コスト面では10分の1以下に抑え込んでいるわけです。ウクライナではこうした小型の迎撃ドローンによる配備といったものを進めることによって、ロシア側のシャヘドに対する迎撃率はおおよそ85から90% 程度です。逆に言えば 10% 程度を捉えきれていないという面はあるものの、少なくとも費用面における防御体制としては十分理にかなった体制を築きつつあります。こうした小型ドローンに加えて対空機関砲なども組み合わせることによって費用面でも成り立つ防空体制といったものを築いているわけです。こうした現実といったものをまだまだ中東諸国では用意ができていません。そのために非常に高額な迎撃ミサイルを使って対応していることにより悲鳴を上げ始めています。こうした迎撃用のミサイルなのですが、製造元がアメリカだったりすることもあって、アメリカに対しては様々な国からお金は出すからどんどんとミサイルを売ってくれという話が舞い込んでいるそうです。ところが攻撃の主体となっているアメリカ、そしてイスラエルにおいてもこうした迎撃ミサイルが必要とされることから、湾岸諸国がお金を出してもいいからさっさと納入してくれという話について、ちょっと順番待ちなような状況になっているそうです。さてそこでウクライナがこうした中東湾岸諸国に首脳会談を申し入れています。主題としては、ウクライナは迎撃用のドローンでは実績を積んで実際の戦場で使っている余っている大型の迎撃ミサイルがあるのであれば、そちらと交換しませんかという話をしています。ウクライナではすでに迎撃用のドローンが生産、配備、実戦投入され成果を上げています。一方において非常に高額な対空ミサイル類については、そもそもウクライナで自国生産するのが難しいものです。それにウクライナ自身もそんなに大金があるわけではありません。だからこそ非常に安い価格で実際に役に立つものを中東側に渡し、そして中東はお金はあるんだけれども実際に使う分には小型の迎撃用ドローンの方が今は必要だという需要と供給のバランスをなんとかここで取ろうとしているわけです。ちなみに日本においてもじゃあ中東諸国の対応といったものを笑えるかといえばそういったわけではありません。日本においてもまだまだ弾道ミサイル対策としてはパトリオットミサイルがあるものの、じゃあシャヘド型の超大型の突撃ドローンを相手方が作ってきた時にそれに対してどう対応するのか、ミサイルだけでこれを待ち受けていたのでは到底金銭面で負担が重すぎます。そうしたこともあって私はウクライナに対してはもっと協力関係を深めることによって最先端のドローン技術などについてある程度分けてもらえるような関係を築くべきだと思っています。そしてこうしたドローン攻撃といったものをイラン側が行っていること、それ自体がホルムズ海峡に対する圧力となっています。現実問題として現在のイランの海軍力はほぼ壊滅しました。大型の艦艇は全てアメリカ軍により撃沈が済んでいます。しかしそれでもなおホルムズ海峡のタンカーは航行ができない状態です。そのことについてはすでに2つぐらい前の動画で解説しましたが、保険会社が保険を引き受けないといった状況になっています。そもそも対艦ミサイルやもしくは大型の突撃ドローンを使って攻撃するかもよと予告するだけでも十分にその海域は危険であり、そんなところを通すわけにはいかないような状況になります。保険の金額としても大型の船プラスアルファ、船荷である大量の資源などについての値段も考えると、あまりにもホルムズ海峡をタンカーが航行するにはリスクが高すぎるのです。
ちなみにこうした反撃策に打って出たイランなわけですが、じゃあ直接的にアメリカに対する打撃になるかといえばそういったわけでもありません。国際市場における石油価格が上昇すると、当然のようにアメリカ国内においてもガソリン価格の高騰が物価高といったものを押し上げる効果を生み出します。しかし、アメリカの場合だとそもそも産油国で、しかも最近ではさらに調達先を増やすことに成功しています。それがベネズエラです。従来のベネズエラは制裁を受けていて、輸出先が中国のような国に限定されていました。国際市場に対して石油をどんどんと売り込むといったことが制裁によってできなかったのです。しかし現在ではアメリカの統制下にある程度入ったとされています。つまりベネズエラ産の石油といったものをアメリカ国内に持ち込むといったことも可能になっているわけです。それによって国際市場で石油価格が上昇したとしても、その影響といったものを打ち消すだけのベネズエラ産の石油増産といったものも十分考えられるような状態になっています。ですから国際市場における石油価格の高騰といったものはイランに対して直接攻撃を行っているアメリカではなく、むしろ関係のない日本の方がはるかに悪い影響を受けるのです。さて、ここでイランの打ってきたこの政策に対して圧力を加える国が出てきました。それが中国です。本来であれば反米国家の連なりである中国、ロシア、イラン、この3カ国の関係から考えると、イランの反撃策に待ったをかける国というのは、ここで挙げた国以外の、それこそアメリカ側についている国のはずです。しかしそうではありません。なぜならば、そもそも中東産の石油、もしくは天然ガスというのは、アメリカ向けに大量に販売しているわけではなく、アジア向けが非常に多く、それプラスヨーロッパという具合にして、近しい地域に輸出されているものです。イランもまた制裁を受けている国の一つでした。そして制裁を受けているということは国際市場に物を出すことができません。そうした国の場合だとやはり買い手は中国です。ここで挙げた制裁を受けていた国、ベネズエラ、イラン、そしてロシア、これらの国からの天然資源などを購入しているのが中国です。ちなみに中国の場合だとイラン産というふうにしては輸入してはおらず、基本的にはマレーシア産と偽って輸入していると言われています。イランから輸出する原油の9割以上が中国です。一方において中国は先ほども述べたように制裁を受けている国、ロシア、ベネズエラ、イランといった国プラスアルファ世界中から購入していますから、完全にイランだけが供給源ではありません。しかし、この地域全体で考えると、イランから購入しているし、イラクからも購入している。天然ガスに関して言えば、カタールや UAE などからの購入分は全体から見れば 30% 程度はあります。これらの輸入に関して全体的に圧力が変わってしまうというのは中国にとっても痛いわけです。だからこそイランの行ったホルムズ海峡封鎖に関しては中国もまたそんなことはやめろとはっきりと言うようになっているわけです。一方で直接的なダメージにはならなかったとしても、少しでもアメリカ国内政治上における物価高という悪影響をもたらすのであれば、これを防がなければならないとしてトランプ大統領はこの件に対して対応を発表しました。それが必要であればアメリカ軍の艦艇を使ってでもタンカーを護衛し、ホルムズ海峡の封鎖状態といったものを解消すると宣言しています。また、保険が受けられないという問題に関しては、アメリカ政府が代わりに保険を引き受ける、もしくはその分をある程度保証するというような話もし始めています。そしてこれもまた非常に危ういものです。なぜならば、従来のアメリカの艦隊というのは非常にイラン本土から離れていることにより、対艦ミサイルの射程外でした。ですから、一方的にひたすら攻撃を加え続けるといったことができたわけです。そのためアメリカ軍の艦艇は、現在の戦闘下において一隻も被害を受けていません。ところが、ホルムズ海峡に対する護衛活動をするというのであれば、それこそ目と鼻の先にアメリカ軍の艦艇がいるぞという上にして、イラン軍にしてみれば攻撃のチャンスが生まれることとなります。地下に隠し持っていた対艦ミサイル、もしくはこれまで取り上げてきたような空を飛ぶタイプの突撃ドローンだけではなく、爆弾を搭載したボート型の突撃ドローンといったものもイラン側は使ってくる可能性もあります。それだけに従来にはなかった被害の発生といったものも十分あり得るわけです。そしてそのような戦闘が発生するかもなという状況でも、タンカーが果たして従来通り通るかどうかといったものはまだまだわからないわけです。このあたり不安定要素といったものはまだ続くでしょう。ただ、たとえそうした攻撃を行うにしても、アメリカによる継続的な攻撃といったものは当然生産
産能力そのものを破壊していきますから、たとえ初期に被害が発生したとしても、その被害がじゃあどんどんと増えていくかといえば、そうはならないでしょう。結局攻撃をするにも、これまで貯めていた分を吐き出すことは精一杯で、その後どんどんと生産する能力そのものについては、イランも途中から息切れしてしまいます。ちなみに、弾道ミサイル攻撃に関しても、毎日のように少しずつ数が減っているというのが明らかになっています。イランが周辺国に対する攻撃で用いた弾道ミサイル攻撃、初日が約350発、2日目が170発、3日目が120発、そして4日目になるとなんと50発になりました。たった4日間の経緯だけでもこれだけ弾道ミサイル攻撃の数が減っています。おそらくイランの国力から考えると、大量にミサイルを生産する能力そのものはなかったでしょう。これまでコツコツと作ってきたものを地下に貯蔵し、今回の件をもってよし使おうとなったのでしょうが、使ったら使ったっきりで回復する能力は非常に低いものとみられます。トランプ大統領は議会に説明するという義務を負っていますから、そうした義務を負わない範囲内での4週間程度の攻撃といったものを現在は考えているようです。このぐらいの期間のスケール感で言うと、おそらくイランの弾道ミサイルや大型のミサイルなどについては、1週間、2週間経ってくると、どんどんと数を減らし、1桁台に落ちるかもしれません。さて、このようにしてイランが本国の防衛に必死になっている時において、その周囲における傀儡勢力といったものが壊滅する可能性が生まれています。それが、イスラエルの北、レバノンのヒズボラです。従来のヒズボラというのは武装組織として地域全体に対して根ざしているような一つの軍閥を成していました。そしてそれはイラン本国からの支援もあって、資金面でも装備品類でもそれなりの規模があって、イスラエルに対する圧力を加えてきました。ところが現在ではイラン本国は滅多打ちにされているような状況ですから、ヒズボラに対する支援といったものがとてもではありませんができない状態です。現在イスラエル軍はレバノンに対する地上部隊の派遣といったものも行っていて、イスラエルの領域といったものを拡大しようとしています。さらにはこうした状況にあって、レバノン政府もまたヒズボラに対する圧力を加えるようになっていて、もう活動そのものをやめてくれと言い出しています。従来のイランの支援を受けたヒズボラであっては、レバノン政府それ自体が手を加えることもなかなかできなかった状況そのものも変わろうとしています。そして今後の話なのですが、不確定要素として言われているのが、この後湾岸諸国の中から直接的にイランを攻撃する国が現れるかもしれないという点です。その筆頭候補として名が挙がっているのがサウジアラビアです。現在のところ湾岸諸国というのはイランから攻撃を受けるだけで基本的には反撃は行っていません。常に迎え撃つだけです。しかし、こうした状況に変化をもたらすかもしれないというのがサウジアラビアです。サウジアラビアもまたアメリカから非常に大量の兵器を購入している国で、装備品については新しいものがたくさんあります。そして現在イランは防空能力がほぼ皆無な状況に近づきつつあり、動画の冒頭でも述べたような非ステルス製の大型の爆撃 B52 が空を飛ぶような状況になりました。だからこそサウジアラビアはもう自分の国の力をもってしてイランに空爆を行って、イランに対する反撃、そして攻撃してくる兵器の作っている場所や軍施設などに対して積極的に攻撃に参加するかもしれないという話が出ています。これまでのサウジアラビアの行動からすると確率としては低いものの、これは無視できない要素の一つです。別に地上部隊を送るというわけではありませんから、一方的に空から攻撃するというだけであれば、サウジアラビアにも十分攻撃を継続的に行うだけの力はあります。これはあくまでも確率が低い話ではあるものの、イラン軍の防空能力が下がっている、そういうことそれ自体が、そのような新たな可能性を生み出すということを覚えておくと良いかもしれません。イランの反撃は非常に弱々しいものであり、一方でその迷惑を被るのが日本という構図となっています。こうした脆弱性については私たちは理解しておく必要があります。いわゆるシーレーン防衛というのは大事ですよという話です。そしてエネルギーの海外依存を根本的に解決する政策というのは今のところはまだ存在しない技術、核融合発電のようなもの、そこを目指していくというのはちょっと未来の話すぎて、現実的に日本の取れる政策というのは非常に多くの地域から購入するということです。少なくとも天然ガスについては世界中か
からの購入といったものに分散していて、それが原油についてはできていないというのが現実です。中東に対する原油の依存率は 90% 以上、この割合をいかにして下げていくか、そして将来的にはいかにしてこうした海外からエネルギーを輸入する状態を解消するのか、そうした国家戦略といったものが非常に重要でしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリック、ぜひとも習慣づけてください。そして足跡残しでも良いのでコメントしていってくれると多くの人が見ているという実感を得ることができて私はとても嬉しいです。ぜひともコメントの書き込みもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。